体何なのだこの記号は。どうしたのずんだもん。メタン、いいところに来てくれたのだ。あら、これは微分を愛回繰り返すやつね。僕も最初はそう思ったのだ。でもこの愛は自然数じゃなくて虚数単位なのだ。そっち？つまり僕たちの今回の任務は虚数解の微分を定義することらしいのだ。これは厄介な問題が来たわね。ちょっと状況を整理しましょう。n 回微分とは微分を n 回だけ繰り返すというものだった。例えばこれは fx の2回微分で fx の微分の微分を表しているわね。その通りなのだ。さて問題は愛回微分だけど、愛は虚数単位だから微分を虚数回だけ繰り返す。ちょっとよくわからないのだ。確かにあまり聞き慣れないわね。じゃあ fx が具体的に与えられていたらどうかな。それなら少し考えやすいかもね。もし fx が x の永乗だったらその n 回微分を計算することで愛回微分について何かヒントが得られるかもしれない。これは半微分の動画で使ったアプローチね。まだ見てないという方は概要欄のリンクからどうぞ。話を続けよう。今回は残念ながらこのアプローチは使えないのだ。なぜなら関数が具体的に指定されていないから。一般の関数を対象に愛回微分を定義しなければならない。そんな気がするのだ。いや困っちゃったわね。何かヒントが欲しいところだけど。うわ、なんだこれ。もしかしてヒントかな。どれどれ。マイナス1回微分。ヒントが意味不明なのだ。マイナス1というのは微分の逆を表しているかもしれないわね。どういうことなのだ。1変数の積分は1変数の微分の逆演算と考えられる。ということはマイナス1回微分とは積分のことだと考えられなくもないわ。そんな考え方があったのか。こんな書き方したらテストで×つけられそうだけどね。そこは自己責任でお願いします。まあとにかくマイナス1回微分から考えていくと虚数解の微分について何かがわかるかもしれないわね。ということで fx のマイナス1回微分を c を起点とする積分と考えることにしましょう。これはつまり fx の原子関数を大文字の fx としてこのように表せるわね。ただし x は c より大きいとしましょう。原子関数というのは微分すると元の関数に一致するやつだったね。まあここまではとりあえず OK なのだ。マイナス1回微分を定義したから次はマイナス2回微分、つまり2回積分を計算したくなるわね。ずんだもん、できる？やってやるのだ。積分を繰り返せばいいよね。ということはまず1回積分してさらにこれを c から x まで積分すれば良さそうなのだ。それで大丈夫そうね。ここの部分を具体的に書くと c から t までの積分になる。定積分だから積分変数は何でもいいけどここではとりあえず s を使ったのだ。一般の関数 fx を対象にしているからこれってもうこれ以上計算できないよね。まあそう思うのも無理はないわね。でも実はもっと先に進めるわ。そうなんだ。それでどうやるの？積分の順番を入れ替えてみましょう。つまり ds と dt を入れ替えるということになるわね。するとこんな感じになるわ。そんなことするんだね。あれ、なんか積分の範囲が変わってるけど。そこはちょっとややこしいところなんだけど、簡単に説明するとこっちの式では s が c から t まで動いている。つまり s が t 以下になってるわね。一方こっちの式では t が s から x まで動いている。したがってこっちでも s が t 以下になってるというわけ。わかるようなわからないような。もう少しちゃんと考えるとこういう風に s と t が動く範囲を図示する必要があります。興味のある方は一時停止して考えてみてくださいね。ちょっと本題を忘れそうだからとりあえず先に進むのだ。そうしましょうか。積分の順番を入れ替えたのでここの t に関する積分では fs が定数になっているわね。本当だ。ということは fs を外側に移動できるのだ。するとここの部分は簡単に計算できて結果はこのようになる。積分変数を取り替えても計算結果には影響しないから s を t に置き換えても大丈夫なのだ。その通りね。これで2回の積分を
1回の積分で表すことができた。面白い結果になったね。これって N 回繰り返すとどうなるの？実はこういう積分を N 回繰り返した結果は、反復積分に関するコーシーの公式として知られていて、このように1回の積分で表すことができるわ。一般の fx に対して N 回の積分が1回の積分で表せるとは、なかなか衝撃的な事実なのだ。なんとなく微分より積分の方が難しいイメージがあるけども、繰り返しという点では積分の方が考えやすかったりするのよね。では虚数解の微分を定義するための第一歩として、自然数 N を正の実数 α に拡張しましょう。つまり正の実数解の積分を定義するということになるわね。これってなんだっけ？これはガンマ関数ね。普通解乗は0以上の整数に対して定義するものだから、解乗のままだと自然数 N を実数 α に置き換えることができない。そこで解乗を一般化したガンマ関数を使ってるというわけね。実際に自然数 N に関して言えば、ガンマ関数は解乗と一致するわ。1だけ値がずれていることには注意する必要があるけどね。そういえば半微分の動画でも同じようなことをやったかも。これだけだとイメージが湧かないので、ちょっと具体例を見てみましょうか。例えば x の R 乗の α 解積分はこのようになる。α 解積分すると指数が α だけ増えるんだね。微分と逆になってて面白いわね。ここで強制的に α をマイナス n に置き換えてみると、n 回微分の式と一致することが確認できると思うわ。なるほど、微分と積分が対照的になっていて面白いのだ。あともう一つ、指数関数の α 解積分も確認しておきましょう。定数倍を除いて結果が変わらないのは微分の時と同じだね。これについても α を強制的にマイナス n に置き換えてみると、n 回微分と一致することが確認できるはずよ。ところで c の値が変わってるのはなぜなのだ？実はこういう風に綺麗な計算結果にするためには、関数によって積分の起点 c をいじらないといけないのよね。なんだか努力の跡が見えてくるね。今の話を聞いてて思ったんだけど、この α 解積分の定義の式で α をマイナス α に置き換えたら、一般の関数 fx に対しても α 解微分が定義できるんじゃないかな。これで目的の i 解微分にかなり近づけたのだ。残念だけどそう甘くはないわよ。なぜなのだ？じゃあ試しにその定義で1という定数関数を α 解微分してみましょう。するとこの部分に1を入れればいいことになるわね。ガンマ関数の定義域も気になるけど、まあそれは置いときましょう。話を戻して積分を計算してみるとこのようになるわね。今αは正の実数であることに注意し、α乗を分母に持ってくると、何も問題なさそうだけど。よく見て、ずんだもん。t イコール x の時、分母が0になって積分が発散してしまうわ。本当だ。つまりこの定義だと1すらまともに微分できないのよ。それはちょっと困るね。ただしこの式で α をマイナス α に置き換えることはできなくても、α を複素数の方向に拡張することはできるわ。ここで実数 α に対し α が正という条件があったのと同じように、複素数 α に対し α の実具が正という条件がついてきちゃうけどね。一気に範囲が広がったのだ。ところで積分の中身が複素数になってない？気がついてしまったようね。本当は複素数の積分とは何かをちゃんと定義しなければいけないけど、ここでは実数の積分と同じように計算できることを認めて進めましょう。了解なのだ。まあでも α が複素数に拡張できたってことは、α にマイナス i を代入すれば i 解微分が定義できるのだ。ちょっと言いづらいんだけど、マイナス i の実具は0だからこの条件をギリギリ満たさないわね。これはひどいのだ。あとちょっとのところだったのに。まるで見えない何かに邪魔されている感じがするわね。あ、気をつけて。うわ、2つ目のヒントが来たわ。一体なんだろう。すごく当たり前の等式に見えるけど。そっか、そういうことだったのね。どういうこと？まず 1-i 解積分してから通常の意味で微分する。すると i イコール 1-1-i だから、これを i 解微分と呼んでもいいんじゃないかしら。これは 1-i の実部は1だから実部が正という条件を満たしている。確かにこれなら i 解微分をちゃんと定義できてそうなのだ。実際に
fx をi回微分してみると、ここでアルファ解積分の定義を使ってこのように計算できるわね。だいぶすごい式になっちゃったね。虚数解の微分を定義するために微分と積分を組み合わせるとは。でもこれで i 回微分が計算できるのだ。やっとたどり着いたわね。ちょっと試しに使ってみましょうか。例えば x の r 乗の i 回微分を計算すると、途中の計算は省略するけど結果はこういう風になるわ。 i 回微分では x の指数が i だけ下がるんだね。定義は複雑だけど確かに微分っぽい雰囲気なのだ。この例を見る限りでは私たちが知ってる微分と似ているわね。実はこの微分と積分を組み合わせて非整数解微分を定義する方法はリーマン・リュービル微分の考え方に基づいているわ。へえ、そうなんだ。っていうか最初から知ってたの？これは標準的な方法の一つではあるけれども、実は非整数解の微積分を定義する方法は他にもたくさんあって、その方法によって計算結果は変わりうることが知られており、どれが正解というわけではないみたいね。通常の微積分から少し離れたところにこんな恐ろしい世界があったとはね。ところで今日は三角関数が出てきてないけど、三角関数の非整数解微分ってどうなるの？そこは難しいから避けていたんだけど、仕方ないので最後に簡単に紹介しましょう。リーマン・リュービル微分だとかなりややこしい話になるので、別の簡易的な方法を使うわね。まず指数関数の n 回微分を考えてみます。確か定数が n 回出てくる以外は元の関数と一致するんだったね。そうなるわね。さて、この自然数 n を複素数 α に置き換えて、このような式が成り立つものと考えることにしましょう。つまり今度はこの等式がアルファ解微分の定義ということになる。これをアルファ解微分の定義としてしまうと指数関数しか微分できないような気がするけど。まあとりあえず話を聞けば納得してもらえると思うわ。ではこれを使って三角関数を微分してみましょう。ここでちょっとオイラーの公式を思い出してね。あの有名なやつなのだ。では sinx のアルファ解微分を計算するためにオイラーの公式を使うと sinx はこのように表すことができる。そういえばそんな式変形があったかも。ここで指数関数のアルファ解微分が出てくるわね。あ、本当だ。係数に虚数が出てくるけど気にせず計算を進めてしまいましょう。ちょっと途中の計算は省略するけど結果はこのようになるわ。これはアルファ解微分するとサインの中身がずれるってこと？そういうことになるわね。つまりアルファ解微分は三角関数の位相をずらすものと考えられる。またアルファイコール1の時アルファ解微分は通常の微分と一致することがわかるわ。ということは的外れな考えではなさそうなのだ。ここで通常の微分とアルファ解微分を比較して考えてみましょう。私たちはサインを通常の意味で微分するとコサインになることを知っている。さらに微分を続けていくとマイナスサイン、マイナスコサインとなり、最後にサインに戻る。これらの4つの状態は離散的なものと思っていたけど、実はその間の連続的な変化をアルファ解微分として記述することができる。かなりざっくり話したけど、イメージとしてはこんな感じね。へえ、面白い世界が広がってるね。なんだか非整数解微分のことを考えると通常の微分に対する見方も変わってくるような気がするのだ。確かにそんな気がするわね。もしかしたら私たちが知っていた微積分の世界はより広大な世界のごく一部でしかなかったのかもしれない。胸が熱くなるのだ。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。